狐とカラス。ある朝、狐がめかし込んで散歩に出かけると、頭の上をチーズをくわえたカラスが飛んでいくのが見えました。カラスはすぐそばの木の枝に止まり、腰を下ろしました。ずる賢い狐は、こいつはいただきとばかりに木に近寄り、上目遣いでカラスに呼びかけました。おや、カラスのお嬢さん、今日はまた一段とおきれいで、艶やかな羽に輝く瞳、どこもかしこも他の鳥とは比べ物にならないほど美しい。お声もさぞかし素敵でしょうな。ねえ、ちょっと歌ってみてくださいよ。そうしたら私はお辞儀をしますぞ。鳥の女王様。カラスは得意になって反り返り、カーカーカーと鳴きました。ところが口を開いた途端、チーズは地面に落ちてしまいました。それを狐がさっと拾い上げました。ありがとうございます。こいつが欲しかったのさ。お嬢さん、チーズの代わりに一ついいことを教えてやろう。お世辞を信じちゃいけないよ。狐と鶴。狐と鶴は昔からの友達で、仲良く付き合っているように見えました。ある日、狐はごちそうを作り、鶴を晩ご飯に招きました。狐はちょっと鶴をからかってやろうと、スープを浅い皿に入れて出しました。狐はスープをペロペロっと平らげましたが、鶴はどんなに頑張っても長いくちばしの先がちょっと濡れるだけでした。スープが嫌いとは残念だ、と狐は言いました。鶴は腹が立ちましたが、何も言いませんでした。そして来た時と同じようにお腹を空かせたまま家に帰りました。次の日、なんと今度は鶴の方から昼ごはんにおいでくださいと言ってきました。お招きありがとうございます。狐は礼儀正しく鶴に挨拶してから家に入りました。鶴はごちそうを細長い壺に入れて出しました。飲み口がとても狭いので、狐は周りを舐めるしかできません。お気の毒様、と鶴は言いました。意地悪をすれば必ずそのお返しがあるものよ。町のネズミと田舎のネズミ。ある日、町のネズミが田舎に住むいとこの家にやってきました。いとこはつつましい暮らしをしていましたが、町から来た親戚を精一杯もてなしました。豆にベーコン、パンにチーズぐらいしかないけれど、気前よくごちそうをしました。町のネズミはたったこれだけかという顔をして、今度は僕の家においでよと誘いました。いい暮らしってものを見せてやるよ。1週間もしないうちに今までどうして田舎で暮らせたのか不思議になるさ。善は急げとばかりに2匹のネズミは出かけました。夜遅く、2匹は町のネズミの家に着きました。遠いところお疲れさん。お腹も減っただろう。町のネズミはそう言うと、田舎のいとこを立派な部屋に連れて行きました。テーブルには豪華なパーティーの残り物が並んでいます。腹ペコのネズミたちはケーキやらゼリーやら、ありとあらゆる珍しいごちそうをお腹いっぱい詰め込みました。突然、うなり声や吠え声が聞こえてきました。なんだあれは、と田舎のネズミはぎょっとして言いました。
ああ、ただの犬さ、この家の。と町のネズミは答えました。ただの犬だって？と田舎のネズミは叫びました。ちょうどその時、ドアが勢いよく開いて、大きな番犬が鼻息も荒く駆け込んできました。2匹のネズミは慌てて逃げ出し、物陰に隠れました。犬がいなくなると、田舎のネズミは言いました。もう失礼するよ。さようなら。なんだって？もう帰るのかい？町のネズミは驚きました。すると田舎のネズミは言いました。ああ、豆とベーコンしかなくても安心して食べられる方がビクビクしながらケーキやビールをいただくよりましさ。狼と鶴。狼が捕まえたものをガツガツと食べていたら、突然小さな骨が喉に引っかかりました。あまりの痛さにそこいら中駆け回り、吠えたりうなったりして骨を吐き出そうとしましたが、うまくいきません。誰か通りかかると手当たり次第に「骨を抜いてくれ、お礼に何でもやるから」とすがりつきました。けれども誰一人助けてはくれません。狼の言うことなど誰が信じるものですか。ところがやがて通りかかった鶴が狼をかわいそうに思い、やってみましょうと言ってくれました。そして狼に仰向けに寝て口をできるだけ大きく開けるように言いました。鶴は長いくちばしを狼の喉にぐっと差し込み、骨をつまみ出しました。はい、取れましたよ。と鶴は言いました。約束のお礼をいただきましょうか。狼は鋭い牙を見せつけ、にやっとして言いました。お前さん、もう十分だろうが、俺様の口に頭を突っ込んだくせに何事もなく出てこれたんだ。それだけでありがたいと思え。仕方なく鶴は帰っていきました。意地汚いやつにお礼をしてもらおうと思ったのが間違いだったわ。狐と猫。狐は敵に追いかけられた時、どんなにうまく逃げられるか猫に自慢しました。あの手この手でうまくやるのさ。やり方は数えきれないほどあるんだぞ。僕のやり方は一つしかないけど、それで十分だよ。と猫は控えめに言いました。ちょうどその時、狩人の犬たちの吠え声が聞こえました。こっちに向かってきます。猫はあっという間に木に登り、枝の間に隠れました。これが僕のやり方だよ。と猫は言いました。狐さんはどうするの？狐はああしようかこうしようか、いやまた別のやり方にしようかと考えました。そうこうするうちに犬たちはどんどん近づいてきます。狐はあたふたしてとうとう犬たちに捕まり連れて行かれました。一部始終を見ていた猫はこう言いました。当てにならないやり方がいくつもあったって仕方ない。たった一つでも確かなやり方がある方がいいな。狼と子羊。ある晴れた日の昼下がり、田舎道を子羊が歩いていました。角を曲がると、そこにはお腹を空かせた大きな狼が立ちはだかっていました。俺様の通るのを邪魔する気だな。と狼は怒鳴りつけました。いえいえ、そんな、道はこんなに広いじゃないですか。と子羊は言いました。それはそうと、お前は去年の今頃、俺様の悪口を言ったな。と狼は言いがかりをつけました。そんなはずはないですよ。と子羊は言いました。
だって僕はまだ生まれてから6ヶ月しか経っていないもの。それなら兄さんか姉さんに違いない。と狼はなおもわめきました。いえ、僕は一人っ子ですけど。それなら父さんか母さんだ。そう言うと狼はかわいそうな子羊を捕まえ抱え込みました。捕まった子羊は息も絶え絶えに言いました。いじめるやつには理屈なんてなんだっていいんだ。カラスとクジャク。カラスはクジャクたちがパーティーを開くと聞きつけ、何としても出たいものだと思いました。けれどもきれいな鳥たちが自分のようなただの黒い鳥を仲間に入れてくれるはずがありません。カラスはあれこれ考えました。そしてやっといいことを思いつきました。クジャクの羽を飾りつけてみんなを騙せばいいのです。カラスは鏡の前で長いことかかって一生懸命羽を飾りつけました。とうとうなかなか見事な姿になりました。どんなクジャクよりも立派じゃないか。冴えないカラスの仲間となんかもう付き合えないな。そしてカラスは気取った様子で羽を整えながらパーティーに出かけていきました。最初のうちはみんなカラスの立派な羽を褒めそやしました。ところがすぐに偽物だと分かってしまい、寄ってたかってカラスをつつき、クジャクの羽をむしり取ってしまいました。恥をかいたカラスは文句たらたら、冴えないカラスたちのところへ帰るほかありませんでした。仲間はそんなカラスをからかいました。立派な鳥というのは羽だけが立派なわけじゃないんだからね。狐とぶどう。ある暑い夏の日、狐が気取った様子で散歩をしていると思いがけずぶどうの木が目に留まりました。枝にはおいしそうなぶどうがたわわになっています。ちょうど喉が渇いていたところだ、と狐は喜びました。ぶどうを取ろうと枝を振り上げましたが、全然届きません。飛び上がってみましたが、やっぱりダメです。何度も何度もやってみました。遠くから勢いをつけて飛び上がっても、やっぱり届かず、ドスンと落ちて泥だらけ。とうとう狐は諦めて偉そうに歩いていきました。そして集まってきた野じ馬たちに強がりを言いました。別にあんなぶどう欲しくなかったのさ。どうせ酸っぱいに決まってるからな。野じ馬たちの中からこんな声が聞こえてきました。手に入らなかったものを悪く言うのは簡単さ。狼と犬。痩せ細った狼がお腹が減ってどうしようもなくなり、友達の犬のところへ行きました。犬は、お前さん、これ以上外で自由に暮らしていたらダメになってしまうぞ。わしのように真面目に働いて毎日きちんと食べ物をもらう暮らしをしたらどうだね、と言いました。置いてくれるならどこだっていいよ、と狼は言いました。わしが仕事を紹介してやろう。一緒に番犬をやってみないか、と犬は言いました。犬がタバコを詰めたパイプに手を伸ばしたとき、狼は犬の首の周りに毛のすり切れたところがあるのに気がつきました。狼はどうしたのかと尋ねました。ああ、これは何でもないさ、と犬は言いました。夜になると鎖につながれるから
首輪の当たるところがこうなるんだ。ちょっとヒリヒリするがすぐに慣れるものだよ。そうだったのか、と狼は言いました。それなら俺は失礼するよ、犬くん。鎖につながれて太るより腹ペコでも自由な方がいい。おしまい。どうだったかな？イソップ物語の中から9個のお話を読みました。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押してね。それじゃまた別のお話で遊ぼうね。